皆さんこんにちは、時丸です。今日は私が普段動画制作をしたり、執筆をしたりとか、ウェブサイトをデザインしたりとか、写真を撮ったりとか、そういう風なクリエイティブワークをするときに気をつけている、生産性向上性のシステムみたいなことを紹介していきたいと思います。で、僕はそんなに生産性という言葉が好きじゃないんですけども、あえて今回は生産性という言葉を使わせてもらって、で、動画の最後でちょっと一番重要なことを話してまとめたいと思います。ラジオ感覚で作業用に聞いてください。今回紹介する内容はややエクストリームな部分がありますので、ご自身のクリエイティブワークとか制作とか仕事とかに置き換えて取り入れられそうなとこだけ参考にしていただけると幸いです。まず最初に意識していることはルーティーンと構造化です。で、これは多分クリエイティブワークやってる人だったら誰でも行き詰まったことあると思うんですけど、で、インスピレーションが湧かないとか、モチベーションが湧かないとか、作るモチベーションがないとかね。そういうものっていうのはもう本当に気まぐれです。で、それを解決するのがルーティンを作ることと自分の仕事を構造化するっていうことです。何もアイデアが浮かばずに机に向かっていたらもう一日が過ぎていたみたいなことはありませんか？僕もさすがに一日はないですけど、でも1時間ぐらい何もしてなかったりとかね、そういうことが過去にはありました。それをルーティンと構造化によって乗り越えてきたわけです。自分の生活にルーティンと構造化を与えることによって自動的にインスピレーションが湧くようになってモチベーションも出てくるようになります。いろんな側面で、ルーティンが大事ってね、言われると思うんですけど、多分その理由はそこにあるのかなと僕は思ってます。まずやることは日時と週時、習慣でざっくりとカレンダーを作ります。で、ここで大事なのは仕事用のカレンダーとプライベート用のカレンダー。つまり仕事と生活のカレンダーを別々にするのではなくて、同じ場所で一緒くたに管理するってことです。こうすることによって自分が生み出すもの、つまりクリエイティブ、成果物と自分の生活、その成果物の土台となるものが同じ場所で可視化されて、で、両者の物事がうまく進むようになってきます。例えば会社などに勤めていて、どうしてもその仕事とプライベートのカレンダーを分けられない場合は、例えば Google とかだったらカレンダー共有機能がありますので、そういうもので共有機能を使って、自分の生活と仕事が一覧で表示、見れるような状態を作るのがいいと思います。で、僕の場合はスケジュールには仕事とかタスクだけではなくて、予定だけではなくて、例えば睡眠の時間とか、運動の時間とか、そういうものも全て書き込むようにしています。まず最も大事な睡眠を私はもう9時から朝の5時までブロックします。で、睡眠はやっぱりその仕事に対するモチベーションとか精神とか、あとはその自分の体づくりとか、そういうものとも全て関わってきて、その制作の土台となる、重要基盤ですね。なのでそこをまず第一優先的に確保するってことです。睡眠時間のブロックをカレンダーに入れてみると、1日がいかに短いかがわかります。もう全部埋まるので睡眠が。そうなると空いてる時間、余白ってのは意外と少ないことに気づくんですね。それは私たちがやろうと思っていることが思った以上にできないっていうこと。そして時間が有限であり、時間がとても貴重なものだってことを思い出させてくれます。まずはその時間のブロックを自覚すること。睡眠を除いたらやれることはほとんどない。少ないってことです。で、睡眠の次に大事なのが運動だと思っています。で、過去の動画でもいろいろ話しているように、僕はその毎日何かしらの運動を行うようにしています。で、土曜日か日曜日のどちらかは完全オフ、オフロードの日っていう風にしてるんですけど、でも大体そういう日も山に行ったりとか、ハイキングしたりとかね、あと散歩したりとか、何かしら動いたりしてますね。で、その運動は何でもよくて、自分が好きなワークアウトを持っている人は、同じことをやるのもいいんですけど、飽きないように、例えば月曜日は何をする、火曜日は何をするっていうふうにメニューを変えていくと、もう、毎週っていうか、1週間が楽しくなります。で、自分の最近のお気に入りのメニューは、月曜日はまずアシュタンガヨガのフルプライマリーやって、で、火曜日はショートとボディウェイト、筋トレですね。で、水曜日はランニング。で、木曜日はアシュタンガヨガのショートフォーム。そして金曜日はアシュタンガヨガのショートフォームと、筋トレ。そして土曜日が休みで、日曜日はランニング。そんな感じです。続いて、ディープワークとサーフェスワークってことを考えます。これは、ディープワークっていうのは深い仕事ですね。自分の中で深い仕事。そして、サーフェスワークというのは、シャローワークって言ってもいいかもしれないんですけど、浅い仕事っていうことです。自分がやる仕事の中で重要度を、2つに大きく分けるっていうことですね。そして自分にとって一番重要度が高くて、優先度が高い。そして、長期的に時間がかかるような仕事を、朝一番に行うようにします。それは朝の時間が最も集中力が高くて、そして誰も起きていないので連絡が一切来ない。集中できる時間が作れるからですね。それが
朝です。一日の中で最も静かで、そして夜明け前なんかはものすごい神聖な感じがして、その冷静みたいなものを感じながら仕事に取り組むと集中して終わらせることができるっていうマジックがあります。自分の中では村上春樹方式って呼んでるんですけど、5時くらいに、4時45分ぐらいに起きてですね、そこからちょっと英語の勉強をやって、で、5時からもう仕事をスタートしてます。5時から机に向かっていろいろ書き始めて、で、7時くらいになると朝食を取るようにしていて、で、簡単な軽食とあとコーヒーですね。ピーナッツバターとか、なんかそういうオートミールとか、もうキム・カーダシアンかっていうぐらいの、なんかそういうセレブリティか鳥の餌みたいな朝食を毎日食べます。で、食べながらその情報収集したりとか、ちょっと作業を続けたりとかしてますね。で、この朝に行う仕事がディープワークで、この5時間ですね。朝の5時から10時まで、ここはもう何が何でもブロックするっていう風にしてます。で、この5時間で、ほぼ1日の主要な仕事の全てはもう終わらせるようにしています。たまに延長戦やることもあるんですけど、ほぼ10時に終えて、で、そこから10時から自分のワークアウト、先ほど話した運動時間にします。で、先ほど話したそれ以外のサーフェスワークですね。軽めの仕事、浅い仕事はもうそれ以降、お昼朝食食べてからいろいろこなしていくって感じです。で、カレンダーに入れるのではなくて、僕はそのアウトライニングで、もう日々のタスクとして行っています。あまりその細かいものをカレンダーに入れるのもちょっと気持ち悪いんで、もう大きく朝の5時間だけブロックしたら、あとはもうタスクとしてサーフェスワークをこなしていくようなイメージです。で、隙間時間とかも含めてバンバン終わらせていきます。で、自分の場合は例えば YouTube の撮影だったりとか編集だったりとか、あとメールやメッセージへの返信だったりとか、あとは SNS の更新だったりとか、コミュニティですね、への投稿みたいなもの、そういうものを空いた時間でやっています。続いてスケジュールを守ることの重要性っていうテーマなんですけど、自分が立てた予定に関しては人って甘くなりがちなんですよね。自分でカレンダーに入れた予定を守れないって方いませんか？僕もそうでした。どうして友人とか恋人とかと入れた食事の予定なんかは簡単にキャンセルしないのに、自分の予定に関してはキャンセルするのでしょうか？それはおそらく相手がいないから誰にも迷惑をかけないって思ってるかもしれません。でも実は相手というのは自分自身です。で、正確に言えばそれは未来の自分自身になります。つまり自分で立てた予定を自分でキャンセルするってことは、未来の自分に対してキャンセルをしているってことです。自分と交わしている約束を守れなければ、将来の夢とか、達成したい目標とか、そういうことを叶えることはできません。だから自分のスケジュールを守るってことは、自分の未来に対して約束を果たすってことです。だからそれは簡単にキャンセルしていいものではなくて、友達とか恋人とかの食事の予定とか、会う予定と同じくらいのレベルで、ちゃんとこなしていくことが必要になります。で、そのために何を行うかなんですけど、書くこと。そしてやっぱちゃんとカレンダーに入れることです。何もその固まった文章だけではなくて、日々の簡単な日記とかメモとか、あとはカレンダーにちょっと書く言葉とか、そういうものもすべて書くことにつながります。で、書くことによって初めて自分の頭の中にあるものが具現化され、可視化され、そしてそこに意識が向くようになるので、達成率が上がります。そういうわけで、書くことによってスケジュールを守っていくっていうことをやっています。で、次はじゃあ何で書くか。どういうツールを使うかっていう話なんですけど、私が使っているツールは主に3つで、まず1つ目はアウトライナーです。で、もう1つはエディターです。で、もう1つはメモです。その3種類を使っています。で、最初のアウトライナーというのは、これまで私が何度か紹介しているワークフローウィーというツールですね。これは簡単に言えば、箇条書きでザクザク書けるようなものなんですけども、本来は書籍とか研究論文のために、その全体をアウトラインするために使うようなツールでした。で、これを、自分はその仕事とか生活の全ての記述において使うことによって、そのアウトライン的な思考を日々のメモに持ち込むってことをやっています。例えば日々のタスク出しとか、日記のような断片的な文章だったりとか、プロジェクト管理、そして読書ノート、ミーティングメモ、で、執筆のための実際のアウトライニングみたいなこともやりますし、あとはインタビューとか取材記録みたいなもの、そして人生の中長期的な計画だったりとか、あとはフリーライティングで自分が思うことをざーっと無駄に書いたりとか、そういうことをやったりしています。で、そういうものが全て一箇所にまとまることによって、そのアウトライニング、自分で育てていくアウトライナーっていうのは、脳の外部化装置みたいな感じの働きをします。で、僕もこれ5年ぐらいずっと使ってるんですけど、同じものを。で、最近ちょっと新しいものに移行しようとしてるんですけど、その5年分の自分の思考とか記憶みたいなものがそこに入っていて、で、ウェブでの検索性があるので、その時思ったこととかキーワードで引っ張り出せると。だから各蓄積が溜まれば溜まるほど面白いことが起きてきます。自分の脳の外部化装置として機能するようになってきます。アウトライナーの使用方法については一つの技術と呼べるくらいの深みがありますので、ここで全てを話すことはできないんですけども、自分は哲学者の千葉雅也さん
とか、あとはそのアウトライナーの研究とか書籍を出しているタックさんですね。その2人に大きな影響を受けてますね。で、メモの効用っていうか、書くことの良さについて語ってる本ってたくさんあると思います。日記術みたいなもんだったりとか、あとはバレットジャーナルとか、0秒思考もそうですね。最近流行りのワードであるジャーナリングとかもそうです。あとフリーライティングとかもそうです。で、そういうものをすべてアウトライナーで行うことができます。つまりその記述によって生産性を向上させるっていう風な最近のその自己啓発とかそういうメソッドですね。実際のメソッドっていうのは実はすべてアウトライナーで代替できると僕は思っていて、で、同じようなことを自分はそれでやっています。で、続いてエディターなんですけど、これは自分の中での用語なんですけど、これは文章執筆に特化したソフトウェアを指します。過去にはユリシーズというソフトウェアを使っていて、これは多分Mac だけなのかな Windows もあるかわかんないですけど、とても美しい UI が非常にいい書きやすいエディターです。で、それからカーソルというコーディング用のソフトウェアなんですけど、プログラムを書くようなものなんですけど、それを自分流にカスタマイズして文章用のエディターとしてしばらく使っていました。で、最近はですね、それを Emacs というものに移行して、で、Emacs で全て行うようにしています。で、そのエディター、文章執筆と先ほど話したアウトライナーの構造っていうか、行為もEmacs にまとめてやるようにしてます。だから僕はそのアウトライナーとエディターを今、一つにまとめるっていう試みをしています、実は。その最中にいます。で、Emacs をここで説明するには時間が足りないんですけど、あまりお勧めはしません。なぜなら結構ニッチでギークなツールで、あまりにも学習コスト、つまり学ぶ時間がかかりすぎるからです。僕もようやく慣れてきたところですが、その深みに結構ハマっていて、設定なんかで最初は1日が終わってしまいますので、逆に書けなくなる可能性があるので、あまりお勧めはしません。ただ使いこなしていくとものすごい、使えば使うほど面白いツールですので、ハマっていってますね。で、3番目のメモというのは、例えば Apple のメモ帳、ノーツですね。ノーツとか、あとはアナログの紙のノートを指します。何度か紹介している、こういうものですね。キャンパスノートみたいなものです。で、この Apple のノーツとかメモはどういう時に使うかというと、即時的に書きたい時、さっと書きたい時とか、あとはその外出時、外で思いついたことを書く時、あとはその音声ですね。音声での文字起こし入力をする時なんかに使っています。で、メモツールで書かれた文章は自分の中では最終的に Emacs とかカーソルとかの方に持っていって文章化されて何かの形になります。なのでメモの中で全てを完成させることはほとんどありません。そしてノーツの中は常にゼロの状態にしています。で、具体的には3つだけ、デフォルトのメモ帳があるんですけど、それは日々の買い物リストと、ラジオ用のメモと、あとアイデアパッドみたいな感じで、一つはその完全にメモ帳みたいな感じですね。なので、常にその3つだけのファイルを置いているような感じです。主に使っているのは3つなんですけど、例えばクライアントに依頼されて、書くような寄稿用の文章なんかは、ページズってやつだったりとか、あとワードみたいなものを使ったりもします。で、書籍用の原稿も最終的には、納品形態が、そっちになるので、ページズみたいなものを使って納品したりしています。でもそれは納品時とか入稿時のみで、もうページズとかワードでいきなり書くってことは自分の場合はまずありません。各ツールの状況としてはそんな感じです。続いてデジタルデトックスです。これはもう、生産性向上というよりかは、自分たちの人生ですね。人生の幸福にとっても重要なテーマかなと思います。何度も触れていることですが、クリエイターこそですね、画面を見てる時間が長い。やっぱりその作ってる時もずっと画面を見てるわけですから、それに加えて、その SNS だったりとか YouTube とかを見たりコンテンツ消費をしたりすると、さらにスクリーンタイムの時間が長くなってしまいます。で、気をつけていることは、まずスクリーンタイムを減らす工夫をするってこと。で、自分はそのアプリに使用制限をかけたりとか、そういう細かいことはやりません。で、一番最初に話したもうスケジュールのブロックと、で、その時は、フォーカスモードにするっていうことだけです。で、そのフォーカスモードは一つだけに絞っています。で、フォーカスモードの設定を追い込めば、もう誰からの連絡もならないってことになりますので、それをもう睡眠時とか自分が集中したいブロックの時に当てるっていう風な感じです。あとは他人とか他のクリエイターと比較しないってことも大事です。SNS を使用するってことは誰かとの比較を見ます。で、それで誰かを妬んだりとか、誰かのことを羨ましいと思ったりとか、新しい購買意欲をかき立てられたりとか、そういうことがありますので、比較はしない。やっぱり誰かと比較して、誰かと同じようなことをやっている時よりも、自分に集中して自分のことをやっている時の方が一番伸びます。成果が出ます。そういう意味で比較しないってことを意識するのが大事ですね。3つ目は、たまにオールドメディアに戻る。これ結構いいですね。雑誌とか本とか、映画とか映画館に行くとか実際に。そうすることによってスクリーンを見なくて済みます。そしてかなり効くのがやっぱり人と会うことです。はい。これはすごい効きます。
人と会って人と過ごすっていうことです。やっぱり人と会って食事をしたりとか話をしたりとかしていると、面と向かって向き合う人がいるわけですから、そこでスクリーンを見ることはなくなります。みんなで集まってみんながそれぞれのスマホを見てるのは結構悲しい状況なんですけどね。でもやっぱり一人でいる時にどうしてもその暇だからスマホを開いてしまうということが起こり得ますので、積極的に人と会うことによってスクリーンタイムを減らすということをやっています。そして最後は常に作るっていうことですね。消費するのではなくて自分が生産側、作り手に回るってことです。ずっと X とかスレッズとかそういうタイムラインをね、こうスクロールしてるのは消耗しますけど、そのコンテンツを自分で作っていく方になれば、同じスクリーンを見るというものでも違った充実感とか収益が生まれたりします。なので消費するのではなくて自分で作っていく。そういうことを心がけています。続いて重要なファクターは、ファイルの整理方法を確立するっていうこと。これは特にデジタルを用いてコンテンツを作っているクリエイターにとってはものすごく重要なことです。なぜならファイルを適切に整理整頓することが、それを探しやすくなったりとか、扱いやすくなったりとかして生産性が上がるからです。これにはミニマリズムの理論が役に立ちます。例えば1年以内に使っていないものを捨てるとか、ワンインワンアウトとか、ワンカテゴリーワンアイテムとかいろんなことを私言ってますけど、ファイル整理もそれと同じで、ガレージとかクローゼットに溜め込んでおくと気づかないうちに物が溜まるということになる。ファイルもそうで、一つのフォルダ、深いフォルダの階層に溜めておくと、こんなものあったんだと。で、それが容量を食っていたってことになるので、その辺を一つ一つ解消していって、自分が使いやすいフォルダ構成を作っていったりすることが大事です。あとはファイル名を付けるときにも自分なりのルールを持つってことですね。例えば日付を統一したりとか、英語なのか日本語なのかを統一するとか、そういうことによっても視認性が上がりますので、目的のファイルを探しやすくなって制作のスピードが上がります。あとはバックアップの方法を考えるとか、あと例えばクラウドストレージを手放すとか、他にはプラットフォームをファイル置き場として使うとか、そういうふうないろんなことがあります。その辺はちょっと長くなりますので、オリジナルの詳しい原稿は自分のメンバーシップの方で書いてますので、ぜひチェックしてみてください。最後に最も重要なことです。これは生産性向上の罠ですね。最後に伝えたいのは、これまで紹介してきた生産性向上の仕組みっていうのはすごく大事なんですけど、それ以上にやっぱり作るコンテンツ、そして中身が大事だってことです。基本ですよね。基本なんだけど、生産性向上のテクニックを追い求めると、そこにだけ注力してしまって、肝心のコンテンツがおろそかになるってことが起きます。これはもう自分自身にも言えることです。その生産性マニアみたいな人いるじゃないですか。で、僕もその効率化マニアみたいなところがちょっとあって、いろんなツールを使ってみたりとか、いろんな方法を試してみたりとか、そういうことをごちゃごちゃやってるうちにあっという間に1日が過ぎて、で、肝心の制作が何もできてないと。動画の編集も終わってないし、文章も何も書けてないっていう日が、何日もありました。使うエディターの設定を追い込みまくってね、それだけで何も文章を書かずに終わるみたいなことが何回もありました。だからやっぱりその生産性向上の仕組みよりも自分のやっぱりコンテンツ、作るものが大事だってことを思い出すってことです。そしてさらに重要なことは、家族や子供、そしてパートナー、そして友達、そういう人たちとの時間を犠牲にしないことです。自分の生産性を高め続けるという行為は、早期リタイアをするために自分の資産を積み上げまくるっていう行為と似ています。メキシコの漁師の話で有名な話がありますけども、ビジネスで何か財を成した人がね、ある村に行きました。そしてその村では1日半日ぐらい仕事が終わったらみんな漁師たちが楽しそうに飲んだくれて酒を飲んで音楽を演奏していました。で、その姿を見たそのビジネスマンはその人たちにこう言いました。君たちはそんなに遊んでる暇があったら、もっと働いて、そして金を稼いで、その稼いだ金で人を雇って、そして新しい船を買って、そしてもっと魚を取って、そしてもっと魚を売って、で、どんどん売り上げを上げていけば楽になれますよと。そしたらその地元の漁師たちは言いました。じゃあそれで最終的にお金が貯まりまくった後は何をするんだいって。そしたらそのビジネスマンはこう言いました。それはもちろん酒を飲んで音楽を演奏するのさ。この逸話は結局お金を貯めていくら裕福になってもやることはそういうふうな自分の楽しみのために時間を使うっていうことです。それならば今半日だけ仕事をしてそこで人生をエンジョイしている人たちが最強である。その人たちはすでにその領域にもう達しているということです。生産性もそれと同じで生産性を高めることによってもう毎日をギチギチに詰め込むことによって
それによって生まれた時間とか収益を使って自分の大切な人たちとの時間を作ろうって思ってるかもしれません。でもその大切な人たち、家族とか友人とか恋人とかとそういう時間を持ちたいのであれば、自分の生産性を上げるよりも先にそこはほどほどにしといて、そして向かい合う時間を作る方が早いのです。今日は冒頭からカレンダーをブロックして自分の時間をコントロールできるものとして話してきましたが、本来時間とは自分のものにならないっていうこと、そこを自覚することも大事だと思います。時間は目に見えなくて所有できないのに、まるで自分が時間をコントロールできるものだとみんな思っている。それはカレンダーがあるからであり、時計があるからなんですけど、自分の予定を入れて自分を裏切らないってことを大事にしながらも、同時に時間は自分のものにはならないってこと。そのような自分でコントロールする領域をあえて手放すことが、実はものを作るってことに寄与する場合があるってことです。そして一日の時間がどうしても足りなくなってきつくなったら、自分の仕事をアウトソーシングすることも考えてもいいし、それでも行き詰まって煮詰まったら遊びに行きましょう。私もこれから遊びに行きたいと思います。ということで今日はクリエイターのための生産性向上のシステムというテーマでお話をしてきました。少ないもので暮らしながらより作るための技術、そして考え方、そういうものを自分のコアメンバーシップで発信しています。ぜひね、チェックしてみてください。で、週に1回、毎週土曜日には自分の近況報告とか、そういうジャーナルのサマリーを書いたニュースレターを発行してますので、そちらもチェックしてみてください。そちら無料で購読できます。そしてチャンネル登録も忘れずに。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。チャオチャオ。